こんにちは、あまねデザインです。今回はこちらのエレゴ光造形 3D プリンターサターンの LCD モニターの取り替えをやりたいと思います。SK 本舗さんから購入したもので、お値段は 13,500 円になります。MARS2 とか MARS3 とかに比べると結構割高ではあるんですけど、他に選択肢がなかったということで、これを買ったということになります。段ボールの箱を開けるとこういった感じのものが入っておりました。箱の中身なんですが、この LCD モニターとこういったものが入ってます。この2つが付属しているという感じになりますね。ですので、この LCD モニターの周りを囲っているこの黒いテープっていうのはついてないっていうことになりますね。だからこれ剥がした後新しいのに取り替えたら、またこれをそのまま使うことになるのかなというふうな感じですね。公式の動画によると両面テープが必要ということなんですが、そういったものも特についてないので自分で用意する必要があるという感じです。まずはこちらのパネルを開けていきます。使用するのは 2mm の六角レンチです。こんな感じでパネルを取り外しました。このように粘着のテープが貼ってありまして、このパネルを最後剥がす際には力ずくでこの粘着でくっついている面だけ剥がす必要がありました。続いてこの部分を端子を取り外します。これもですね、こちらに粘着テープが貼ってありますので、これを剥がしてからこの端子を取り外す必要があるようです。当然このテープは反対側にもこの基板とくっついてますので、こちらの反対側も剥がす必要があります。このようにロックされているので起こしてあげる必要があります。するとこのように端子を取り外すことができます。続いてこちらの上部のカバーを外していきます。使用するのは 2.5mm の六角レンチです。なお、この2箇所のスクリューを緩める必要はありません。そうしましたら、このように上のカバーを外しながら、この奥のコネクタを2箇所外すんですが、この持ち上げた時点で1個勝手に抜けましたね。はい、このように2つのコネクタを抜くことで、このように上側のパーツと下側のパーツを分離させることができました。続いてこちらの黒いテープを剥がしていきます。こんな感じで剥がしたテープはまた使えるように取っておきます。エレゴの YouTube ビデオによると、ここに4箇所スクリューを外す箇所があるんですけれども、このプリンターにはそれがないということなので、これを押していくことで剥がしていきます。両面テープでひっついてると思うんですけど、全然剥がれない、取れないですね。何かこうアクセスがあるので、ここにマイナスドライバーを入れてちょっと試してみたいと思います。
はい、ちょっとだいぶ手こずってしまったんですが、ちょっとこの黒い部分と下のこの透明な部分が私の場合こう分かれてしまって、この透明な部分だけをこのベースから外すのが結構大変、ひっつき粘着がすごく強かったんですけれども、とにかく力いっぱいですね押すことでもう最終的にガランって外れたと、そういった感じになりました。このことによって、この部分を完全にこう何もない状態にして新しい LCD を取り付けていくという工程になります。はい、そうしましたら新しい LCD モニターを取り付けていく作業に取り掛かっていくんですが、まずくぼんだこの4つの辺に両面テープを貼りたいんですけれども、購入したこちらにはそれがついておりませんでした。自分でこの両面テープを使ってここに4辺を貼っていきたいと思います。テープの幅3ミリで切ったんですけど、このネジ穴に干渉してしまいそうなので、もう少し幅を狭くします。次の工程ではこの新しい LCD モニターをこのくぼみにはめていくわけなんですけれども、方向としては上の青い線がこう入ってて、この上に基板と言ったらいいんでしょうかね、これがある部分が上になって、この四角い穴の上にあるこの狭い穴にこの基板をこう通していくような形で取り付けるという形になります。この上側の面には商品の保護の目的で保護フィルムがこうついてるんですけど、これを剥がしちゃうとこの全体のこのスクリーンを保護しているフィルムっていうのがないみたいなんですよね。ないですよね。ないんですよ。エレゴサタンを購入した時っていうのはそれがあったわけなんですけど、これないっていうことなんで、このままこれ剥がしてまた使い始めたら容易に傷がつきやすくなってしまうっていう状態にさらされてしまうということになります。ので、スクリーンの上に保護フィルムを自分で用意して貼って、それからプリンターに取り付けていくという過程を取りたいと思います。こちらの新しいパネルを取り付けていきます。このパネルの表面には保護シートをあらかじめ切って貼ってあります。詳しくは別の動画を概要欄からご覧になってみてください。モニターの周り4辺にテープを貼っていきます。もともと貼ってあったものを再利用します。はい、こんな感じで4辺を貼り直しました。はい、続いてこちらのパーツを取り付けます。それぞれの端にスクリーン、坊主とありますので、このスクリーンをこの端子に取り付けるという感じで間違いないでしょう。差し込んだらその後にこの部分にレバーがありますので、レバーを挟むことによってこの端子を固定することができるという仕組みになってます。そうしましたらコードがカラフルに集まっている方を、これは迷いようがないですね。4本の端子がここにあるだけなので、ここに戻すだけです。続いてもう1本端子があるんですが、こっちとこっちとあるんですけど、手前側に入れるということです。
そうしましたら、こちらの端子をこの黒い面が上になるようにでレバーを倒すことで取り付け完了です。このように上から LCD のこの薄い基板のシートが紫外線を照射するこの透明なブロックに干渉しないように注意してください。続いてエレゴサターンにファームウェアをアップデートする作業です。エレゴのサポートページからサターンファームウェアを選択します。ファームウェアは3種類ありまして、このページからどれをダウンロードすればいいか確認できます。私のは V5 というもので、このように書いてありましたので V5 をダウンロードします。そして USB ディスクにこのフォルダから2つのファイルをコピーします。ファームウェアを入れた USB をセットします。電源を入れます。このイオンは新しく交換した時に鳴ったりする音らしいのでスルーで大丈夫です。プリントで CBD というファイルをプリントします。1回目この Unknown フォーマットって出るんですけど、なんかいろいろ格闘してたらできました。もしうまくいかなかったら別の USB を試してみたりしてるといいと思います。私の場合はそれで最終的にうまくいきました。ファームウェアがアップデートができたら一度電源を落とします。そして再起動します。はい、いかがでしたでしょうか。今回はエレゴサターンの LCD パネルの交換の解説動画をお送りさせていただきました。残念ながら私のサターンはエキスポージャーテストが正常に動作しないということで、業者様に依頼して点検修理を行うという運びになりました。ということでこの動画がですね、参考になるって言ったら微妙なんですけれども、ただいろいろなですね、他の動画を見てちょっと自分としてもよくわからないなっていう部分をこうして自分で試してみて、さらに補足するとより分かりやすくするという目的でこの動画を制作し投稿させていただきました。というわけで、よかったら一部分2部分かわからないですけれども参考にしていただければ幸いです。というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。